大型アップデート。それは大抵ワイプとともにもたらされます。今回は次のワイプで何が来るか予想してみましょう。予想って言ってもわかるもんなのだ。実は割とわかるんですよね。公式サイトにロードマップがあり、各タスクの取り組む優先度も記載されています。その他にも Twitter や Discord でアップデの進捗が投稿されます。これらのことから次何が来そうか、ある程度予測できるということなんですね。そういうことです。ということで、今回はロードマップを見ながら解説と予想を行っていきます。が、これはあくまで予測に過ぎないということは理解してください。外れてても怒らないでね。それでは行ってみましょう。まずロードマップのローンチドに入ってるものから見ていきましょう。ローンチドってことはもう実装されてるんじゃないのだ。いえ、ローンチドには分類されていますが、実際には実装されてないタスクが何個かあります。おそらくこれらは次のワイプで実装される確率が非常に高いことでしょう。まずはここから見ていきます。スクワットボイスチャット。これは多分ゲーム分体間でのボイスチャット機能なんじゃないでしょうか。現在のゲーム内ボイチャは全体発信なので敵にも聞こえるはずです。これは敵には聞こえず分体間にのみ聞こえるボイチャを実装するってことなんじゃないかなと思ってます。なるほど。なぜかいつも一人のゆかりさんには関係なさそうですね。次、DLC イーストウッド。これはダボールの偉い人であるスコットがワイプで来るって言ってたはずです。内容は西部劇でよく見る武器やカウボーイハットの追加だそうです。DLC の名前の由来は西部劇映画の俳優として有名なクリントン・イーストウッドさんから取られているそうですね。追加される武器はリボルバーやレバーアクションライフル、ダブルバレルショットガンなどと言われています。古い武器で連射が効かない分ダメージは強力になりそうなのだな。地味に気になるのはリボルバーってスピードローダーつくんですかね。それとも一発一発手込めなんでしょうか。まあ期待しておきましょう。次、ドアーズブリングセムバック。ドアが戻ってくるらしいですね。ドア？あんまりドアに関して思い入れがあるわけじゃないんだけど。ステージの中にドアが設置されるということなんでしょうか。多分そうじゃないかなと思うんですけどよくわかんないですね。詳しく知ってる人いたらコメントで教えてください。コメント催促が露骨なのだな。次、クエスト3のグラフィック強化。これは読んで字のごとくクエスト3用のグラフィック強化でしょう。タボールのプレイヤーは9割くらいがクエスト単体で遊んでいるようです。その9割のうち何割がクエスト3を使っているかは知りませんが、恩恵は大きいでしょうね。今はプレイヤーから離れたところは解像度が下げられているのだな。地味に気になってたので改善されると嬉しいのだ。次、ナーサリーウォータージャグ。これは回復薬の製造関連でしょうね。いつからかタボールでは回復薬の原料である葉っぱを育てて回復薬を作れるようになってました。が、その葉っぱを育てるための水やりがめちゃくちゃめんどくさいらしいです。なんか拠点を何往復もしたり水やりタンクに水を溜めるのにめっちゃ時間がかかったらしいのだな。おそらくはこれを緩和するアップデートと見ていいでしょう。さて、ここからはインプログレスの一覧になります。ここまで見てきたものより次のワイプで実装される確率が下がるかもしれませんね。まあゆくゆくは実装されるはずなので見ていきましょう。まず新しいミッションシステム。どうも新しいミッションシステムが導入されるようですね。今までは何回生きて帰るとか何体倒してこいという単純なミッションが多かったです。特にみんなこぞってやっていた SMG を使い5レイドで NPC25 キル。これが美味しすぎたために基本装備は SMG という環境になっていました。新しいミッションシステムでは1回しか受けられないクエストとかもあるかもねって話がディスコード上でありましたね。つまりミッションがタルコフっぽくなるってことなのかな。まあわかりませんが、正直今の繰り返しクエストは退屈なので個人的には大いに歓迎しますよ。次、プレイヤーラーニング。いわゆるリーンですね。壁から頭だけ出す感じのやつです。これは公式 Twitter で実演動画を出していましたね。実演動画が出ているということはもうほぼ完成しているのではないでしょうか。なんかそれなら次のワイプで実装されてもおかしくなさそうなのだな。次、ポンプショットガンリターン。
これは初期にあったポンプアクション式のショットガン復活でしょう。どういうバグがあったかは知りませんが、なんかいつの間にか消えてましたよねあれ。おそらく消えたショットガンが戻ってくると考えて差し支えないでしょう。ショットガンは NPC 相手には強いから値段と変えるランクによっては初心者おすすめ武器に上がるかもなのだな。次、ニューストリーマーアイテム。今もストリーマーアイテムは結構あるそうです。だいたい高値で売れるアイテムですが、それらを追加するってことなんじゃないでしょうかね。ひょっとすると武器のアクセサリーとか来るかもしれませんね。次、ニューマップ、ショッピングモール。ショッピングモールマップの追加です。インターチェンジかな。これは今回のワイプと一緒に来ないんじゃないかなと勝手に思ってます。来るとしてもワイプと同時じゃなくてシーズンの途中に追加とかじゃないでしょうか。なんか理由あるのだ。いや、勘です。まあディスコードとかツイッターにマップの進捗があんまり上がってないのはありますね。進捗見せてないだけでだいぶ作ってあるのかもしれませんが。まあマップ作成って大きい作業っぽいし、後になるんじゃないかと考えてます。知らんけど。次、アセットが変わるそうです。多分今は他社製のアセット使ってるんじゃないでしょうかね。これを自社製にするってことだと思ってます。それってなんかメリットあるのだ。どうでしょうね、クオリティのアップとかでしょうか。あとロイヤリティの問題があるかもしれません。これは一朝一夕で全て差し替えられないでしょうし、順次置き換えとかになる予感がします。次、バグフィックス。さすがに1年前ほどバグがひどいわけでない気がしますが、まだバグはあるでしょうね。どんどんやってほしいものです。次、PSVR にサポート。これは PS プラットフォームに多ボールを追加するってことなんでしょうか。まあ PSVR 層も取り込めたら取り込みたいでしょうしね。どれくらいいるのかよくわかんないのだな PSVR 層。まあやるに越したことはないでしょう。最後に新しいプレイヤー IK システムです。IK というのはインバースキネマティックスの略です。何それ。これはゲーム内アバターの動きに関係した用語だそうです。つまりプレイヤーの動きとゲーム内アバターの動きをより一致させるようにするということでしょう。このゲーム、アバターが壁とかによく突っかかったりするので、IK の更新は遊びやすさに影響するかもしれません。期待しましょう。さて、なんか予想というより、ロードマップの解説がメインになってしまいましたね。まあロードマップに載ってるということは、ゆくゆく実装されるということでしょうし、いいんじゃないでしょうか。まあ個人的には、ストリーマーアイテムあたりまでワイプできて、あとは順次来るんじゃないかと踏んでいます。皆さんの予想はどうですかね？といったところで、今回はここまでにしたいと思います。ワイプ楽しみですね。ワイプが来たら、戦場で会いましょう。それではご清聴ありがとうございました。